こんにちは。松本潤接骨院の松本潤です。今日のテーマはですね、前十字靭帯断裂自然治癒に関してですが、自然治癒しやすい人、しにくい人、この違いについてお話ししてみようと思います。その前にですね、最近の動画でもお伝えしてますけども、前十字靭帯を断裂して自然治癒して陸上の100メートル、これ自己ベスト出た人はいないんですよね。自然治癒だけではなくて、手術もした人、前十字靭帯を切って100メートルで自己ベストを更新した、陸上選手っていうのは、僕が調べた限りいません。もうくまなく世界中を探して一件だけアメリカの方で女子の選手、高校生ぐらいの時に前十字靭帯を断裂して手術して自己ベストを更新した選手を一人発見できましたが、その他は手術も自然治癒も含め100メートル更新した選手はいないですね。で、最近私が治療させてもらった選手で自己ベストを更新されました。怪我をする前ね、前十字靭帯を切る前、100メートルのタイムが10秒90だったらしいです。それが、自然治癒、前十字靭帯を断裂してから自然治癒して、陸上の大会で10秒86でした。10秒86。約1年ぶりに、怪我をしてから陸上の大会に参加して10秒86。で、最近ですね、また自己ベストを更新されて10秒75というタイム、公認タイムです。日体大記録会って言って、日本で一番有名な記録会ですけども、そこで10秒75という公式タイムを出されました。これもすっごいことなんです。僕、一人だけがすごいです、すごいですって言ってるように聞こえるかもしれませんですが、少なくともこの日本で前十字靭帯を断裂して手術した人、手術しなかった人含めて100メートルで自己ベストを出したのはおそらく彼が初めてだと思うんです。これはもう画期的なことだと思います。ですからね、陸上選手に限りません。スポーツをしている方、前十字靭帯たくさん切られる方います。もうイコール手術なんですね。病院に行くと手術を進められます。もう手術しかないと思っている人がもう 99% です。でもですね、この、今回の100メートル自己ベスト出たというこの事実はですね、たくさんの、スポーツ選手に勇気を与えると思います。というのはですね、手術をしますと、もう 100% パフォーマンスは戻りません。おそらく 80% で OK なんです。約束された 80%。これが手術なんですね。でも、100% パフォーマンスが戻る可能性があるんです。それが自然治癒。今回結果出たように、タイムを自己ベスト更新できるチャンスがあるのが、前十字靭帯断裂の自然治癒なんです。ですから約束された 80%。これが手術。で、可能性のある 100%。100% パフォーマンスが戻る可能性があるっていうのが自然治癒。これをね、考えていただいて、まず自然治癒をチャレンジしていただいて、ダメだった場合、ね、うまく繋がらなかったとか、そういう場合は、手術をする。約束された 80% の手術をする。こっちの方がね、絶対に僕はいいと思います。スポーツ選手というのはパフォーマンスね、最大限上げたいですよね。80% で満足できる人なんで、いないと思います。超トップアスリートなら 80% でも試合に出れると思う。でも、一般の方はもう 80% まで下がると、記録も出ないし、試合も出れない。引退してしまう。こういうケースがほとんどだと思います。ですから、後悔しないために、手術された方、この動画を見てね、私の動画を見て、悔しいという思いがあるかもしれません。
自然治癒を見つけられなかった、チャレンジできなかったという後悔が残る人も多分いると思います。でも、今、怪我をしたほやほやの人、そういう後悔のないように、まず自然治癒、チャレンジしてみる価値はあると思います。はい。ちょっと前置きが長くなりましたが、今回のテーマは、どういう人が自然治癒しやすいのか、そしてどういう人は自然治癒しにくいのか、ということについてお話ししてみようと思います。100例以上、前十字靭帯の自然治癒を、成功、患者さんがしてきたんですが、統計的に見ると、自然治癒しやすい人はまず切れ方です。どういう切れ方をしているかによって、どういうふうにくっつくかというのが、大体もう分かってきています。ですから MRI を見てですね、この前十字靭帯が切れる。これがもう離れてる人。離れるだけならまだいいんですが、これがひっくり返ったり、もう爆発したように、ボンと断端が見えない。切れ端同士が見えない。こういう切れ方をしている人は、自然治癒する確率が低いです。自然治癒はするんですけども、ガチッとね、太くつかない可能性が結構高くなるんですね。で、一方、この完全断裂してもこの切れ端同士が近い方、これはね、もうかなりの確率で自然治癒します。はい。統計的にそういう成績が出ています。切れ方ですね。もう一つは、やっぱり性別の差が僕はあると思います。僕の治療の、統計上でもある程度出ています。一番治りやすいのは、若い男性、20代、30代の男性、これが一番治りやすいです。で、女性はっていうのを男性と比べると、やっぱりね、治癒率はちょっと下がるんですね。5% とか、それぐらい下がっています。一説によりますと、女性というのはこの生理がありますね。生理周期。で、生理周期によって人体が、体中の全人体が緩んだり、ね、ある時は固く緊張したり、そういうのを繰り返すんですね。で、特に生理期間中というのは人体が緩むので、そういう時に女性は切れやすい。前十字靭帯だけじゃないですけど、人体を切れやすいっていうことが言われています。あと、生理によって体の栄養分が外に出てしまう。こういうことが言われてますので、女性は男性よりもちょっと治りにくい。5% ぐらい治りにくいと、僕の統計上では出ています。一番治りやすいのが若い男性。年齢的に言うと20代、30代、これは男性、女性も含めて一番治りやすい時期です。だったら10代はどうなのか。例えば9歳、8歳はどうなのか。これはですね、ある論文によりますと、治りにくいんですよ。成人よりも小学生、中学生っていうのは治りにくい。これはおそらく人体がまだふやふやですよね。ガチッと強くない。ふやふやの状態なので、切れた時に、例えば、キュウリをブツッと切ったような、そういう形にならない。バナナをぐちゃっと切ったように、ふにゃっと、なんていうのかな、説明しにくいですけども、固形物というよりもゼリー状なんでしょうね、まだまだ。子供さんの人体というのは。だから切れ端同士が明確にならない場合が多くてですね、成人、大人に比べると子供さんっていうのはおそらく何%か 5% か 10% かまだちょっとわからないですけども、治癒率はちょっと低くなります。はい。ここまでが統計的に治療の統計的に私が把握していることです。前十字靭帯、治りやすい人、治りにくい人。この後は私の印象、まだ統計的なね、データははっきりしないですけども、100例以上の治療をしてきてですね、私が思っている感想を言いますとね、筋肉が隆々な人、いますね。そういう方は治る確率が高いです。ムキムキの人。
これは男子も女子も含めて、ムキムキの人は人体に治りやすいです。おそらくこのタンパク質を合成する合成能力が多分高いんだと思います。そういう方は、見た感じが筋肉隆々っていう人が多いです。だからといって筋肉がつきにくい人、細い人、ひょろひょろが治らないというわけじゃないです。でも、こんな切れ方でもこんなにしっかり治るのかって驚かされるのは、やっぱりムキムキの人ですね。そういう方は、治りやすい傾向にあるという感想です。これはまだ感想。後々、データに、ムキムキの人とムキムキじゃない人の、なんていうんですかね。評価の仕方がちょっと難しいので、科学的に出せるかわからないですけども、これは見た目のタイプの感想です。あともう一つはですね、うちに LINE されてる方、これは LINE を、誘導してるわけじゃないですよ。でも、怪我をされると、膝関節、ね、大腿骨と脛骨、この骨が、膝関節がずれるんですけどね。ずれるから靭帯が切れるんですけども、このずれた関節を戻さないといけないんですよ。これはもうミリ単位の話なんですけども、MRI とかで取ると、特にこの下の骨が前に何ミリかずれるケースが MRI 上でもわかります。このすねの骨がですね、例えば5ミリずれるということは、前十字靭帯がですよ、5ミリ引き離されるってことなんです。だから1ミリですら、1ミリずれてるっていうことですら、前十字靭帯にとっては1ミリ離れるということですから、治癒結果にですね、大きな影響を与えるんです。でも、怪我をされて、うちに来院された方は、僕はこの膝の関節のずれをミリ単位で戻せるんで、手技で戻せるんで、ずれたね、関節も戻せるので、私の思うのは、来院された方の方が自然治癒率は高いっていう感想を持ってます。まだたくさんのね、データを取り切れてませんけども、うちに、1回でも最初に来られた方の治癒率は来られてない方、ずっとオンラインの方だけに比べて治癒率が高い。そう僕は今のところそういう感想を持っています。このミリ単位のズレ、これ侮れないんですね。自分でそれができるかというとなかなかできません。リハビリのメニューでもこの関節のズレを戻すようなメニューが入ってますけども、自慢じゃないですけど、この僕の手、この手技、ミリ単位でこのズレを直す手技には、多分それは正確性に欠けるので、できればですね、怪我をされた方、一回は早いうちに来ていただいて、この関節のズレを戻していただきたいと思います。はい。今日のテーマは前十字靭帯断裂をして自然治癒しやすい人、しにくい人のお話をしました。はい。これを見ていらっしゃる方、ぜひ、まず自然治癒をちょっと試してみましょう。はい。ではですね、今後とも松本潤チャンネル、ご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。松本潤接骨院